はようございます。ベトナムの縦断も8日目になりました。僕は今、ベトナム第3の都市でありますダナンから鉄道で北に3時間ぐらいかけて来ました、世界遺産で有名なフエという町にいます。今渡ってるこの橋がですね、トゥエンティエン橋と言いまして、ここに今流れてますフーン川というのを渡るための橋になってます。あちら側がですね、新市街と言いまして、新しく開発されていった町ですね。でこの川を渡ると向こうが旧市街といった昔の街並みが残っているエリアになります。で世界遺産はですね、その旧市街の方向にありまして、いわゆるグエン朝ですね。ベトナム最後の王朝があったグエン朝のいわゆる皇居、もしくは紫禁城って言ったりしますけれども、それが残っているエリアがあっちの方向にあるといった感じです。で今はですね、もう1月超えてるんですけれども、ベトナムの中部はまだ雨季を完全に抜けきれておりませんでして、ベトナムなのに結構厚着をしてます。でなおかつ小雨が降り注ぐような環境で、あんまりですね、世界遺産をずっとじっくり見続けるには全然適してない気候ではあるんですが、せっかくなのでそのフエの王宮とか、世界遺産になったものを見てしたいなと思っております。それにしても意外とベトナム寒いですね。今気温がですね18度ぐらいです。しかもなんか雨が降ってるので、ちょっと体感の気温も低いですね。南部のホーチミンはやっぱりまだ30度ぐらいあるんですけど、ベトナムも中部の上の方とか北部の方に行くと冬の間は結構寒いです。冬のベトナム初めて来たんですけど、こんな寒いとは思っておらず、服を全然用意してこなかったのが悔やまれます。もうジーンズ1本だけで他はもうハーフパンツを何枚も持ってきちゃったぐらいなんですよ。いやちょっとリサーチ不足だったなと思って後悔しているところです。とりあえずフエの世界遺産を見に行きたいと思います。雨足が少しずつひどくなってますけども、来ました。グエン朝の王宮外壁までやってきました。結構堀がしっかりありますね。こういうのを見ると日本の城ともちょっと似てるなと思いますが、やっぱ基本的にはこの光景見ると中国の城の外壁に似てますね。いやー、フエの王宮はずっと来たかったのでちょっと感動ですね。お堀の内側に入りました。昔の大砲とかが置いてありますね。フランス式の大砲なんですかね。あっちの方に正門が見えます。お堀が
二重に張り巡らされていますね。ついに来ました。フエの王宮のこちらが正門になります。53万ドンでここのフエの王宮と、あといわゆる帝陵っていう皇帝の墓があるんですけど、その代表的な皇帝の墓3つに行けるチケットみたいな、合わせて53万ドンでした。53万ドンって2500円とか20ドルぐらいって感じですかね。まあそんなに高くはないですけれども、やっぱ外国人価格なのかなとかちょっと思いました。さて、やっぱりここだけ見るとめちゃくちゃ中国ですね。はい、hello. Thank you. Oui, c'est le plus important. C'est le lieu où l'on travaille avec toute la cour. Le premier jour et le deuxième jour. ちゃんとご丁寧に観光客用に道順が示されてるんで、この通りに行ってみたいと思います。ここはティアイフォアホールって書いてありますね。まあ、確かに石段があってホールなんでしょう。ここがなんだろう、修復中なんですかね。写真が飾られてるだけです。あ、でもあそこにあるのを見るとやっぱ建物ここにちゃんとあるんだけど修復中なんでしょうね。あ、やっぱ大和殿って書いてありますね。やっぱ皇居というか紫禁城というかそういうとこは大和殿なんですかね。いやー、きっと素晴らしい中身だったんでしょうけど、なんか壊れてる写真とかもありますね。ちなみに僕はベトナム戦争の映画が結構好きなんですけど、このフエの旧市街のあたりって有名なアメリカの映画フルメタルジャケットの、戦争の舞台になったところです。フルメタルジャケットって前半部分は海兵隊のアメリカの海兵隊の訓練がすごい有名なシーンなんですよね。ハートマン軍曹って人がめちゃくちゃここ床が滑るの危ないな。ハートマン軍曹って人が海兵隊員をめちゃくちゃにしごき倒すシーンが半分もぐらいあるという有名な映画ですが、その後半は実際にその訓練を受けた海兵隊員たちがベトナムで戦争をしに行く、ベトナム戦いに行くんですけれども、その時彼らが戦った激戦地がこのフエの旧市街にあたります。あ、ここ登れるんだ。登ってみます。ですからおそらくここら辺もかなり戦争の激戦地になったはずだと思います。おー、よいしょ。
すごい、めちゃくちゃでかい太鼓ですね。この辺はやっぱり物見の役割があったんでしょうかね。18世紀中頃の太鼓だそうです。こんな外に置いといて大丈夫なのかな。湿気でダメになりそうですけど、でもまだ生きてますね。これ自体はでも張り替えたのかもしれないですね。おー、なんか金箔ですかね。豪華絢爛だな。あー、玉璽ですね。ゴールドシール、皇帝の証だと思うんですけど、공 있는 사람, 업적 있는 사람, 왕이 직접 설치를 기도 했어요. 그래서 만나요. 얼마 전에 그 13대 와서 13대 옥색 프랑스에서 발견된 거예요. こっちには鐘がありますね。やっぱり結構中国風ですね。Se movía todo, ¿verdad? Sí. Se movía esto. Imagínate que está al suelo. 本当に思ってたよりも中国風で、なんかエキゾチックな感じがしていいですね。1822年に作られた鐘だと書いてあります。ウィキペディア見たんですけど、グエン朝自体は1802年に建国がされているそうです。で、フランスの援助を受けて建国をしたので、僕はもうちょっとここもフランスの影響があるのかなと思ったら、今のところ全然ないですね。なんか皮肉なことにフランスの援助を受けて国を作ったら、半世紀後ぐらいにはフランスに植民地支配を受けてしまうという、なんかちょっと悲しい話ですけれども、一応このフエの王宮はその1802年のグエン朝の建国から、1945年にホーチミンがですね、革命、いわゆる有名な8月革命ですねによって、王朝を覆すまでコータはずっとここに基本的には住んでたそうです。その間にフランスがここを支配したりとか、ベトナム全体を支配したりとか、日本が仏印進駐で訪れたというか、日本軍が来た時も皇帝はずっとここにいたということになります。ここ本当に下のレンガが雨で滑るのでちょっと怖いですね。スニーカーがよく滑るから、なんかもうちょっと滑り止めが効くような靴を履いてくればよかったです。さて、結構でかい敷地がありますが、次のルートはあっち側になっているので、ちょっと向こう側に行きます。ここはミエウテンプルってなってますね。お寺みたいです。ここからこうやって覗くと、本当に中国のどっかにいるって言われても分かんないぐらいの内容ですね。
グエン朝ができたばかりの時代っていうのはまだベトナムは漢字を使っています。その後ですね、現代のベトナム語のような表記になったのは、やっぱ僕がちょっと前まで行ったニャチャンとかダナンにあったチャンパン王国とはちょっと全然違う感じですね。中国の影響が本当にどこいと強いというか、あれがヒュンミエウ店舗となってますね。本当ここら辺は完全に中国風ですね。中に入れるのかな。この竜の描き方も本当に中国風ですね。近現代的な感じがすごいします。ちょっとこの中はカメラ禁止って書いてあるんで一旦カメラ切ります。ミエテンプルの中は歴代の皇帝、7、8人をなんか称えてるような感じの内容になっているお寺でした。でこれが聖徳門、有名な門の一つらしいです。この王宮の中のこれは立派な門ですね。慶帝6年開建って書いてあります。慶帝帝の時代に作ったってことですかね。すごい豪華な感じですね。慶帝帝ってのは派手好きだったんでしょう。でもなんか清朝の時代に作った割には明朝の時代のように派手ですよね、本当に。でもやっぱ竜が多いですね。やっぱり皇帝関係のものは基本竜であるって感じなんですかね。すごいな。結構雨足が強くなってきましたが、みんな気にせず傘差したり差さなかったりして歩いてます。やっぱベトナムに旅行に来る人はちょっとハートが強そうな人が多いですね次はレジデンスエリアにちょっと行ってみたいと思います。ここはディエンソーレジデンスという場所です。基本的に皇族は、この王宮の外にも住んでたみたいですけれども、やっぱり皇帝になってしまうと基本的にその近しい人たちはみんな王宮の中に住んでいたそうです。でここは皇帝のお母さんとか、あとグランマザーって書いてあったから祖母ですねが住んでたエリアって書いてあります。作られたのは1804年って書いてあるので、グエン朝が成立したのが1802年だと思うと、もう最初期からここのエリアはそういう目的のために作られたということになりますね。結構立派なエリアですね。あれなんかはちょっと後に改築された可能性がありますね。なんかちょっとコロニアル様式っぽい建物ですね。
1927年にモダナイズドとか書いてありますから、やっぱ建った当初とは違う感じになってるんでしょう。もう完全に仏領時代ですから。あそこ馬王代2年って書いてありますね。だからグエン朝の最後の方の掛け軸ですね。やっぱ皇帝のお母さんや祖母が住んでたから女性の写真が多いですね。ここがグエン朝のお母さんたちが住んだ寝室だそうです。非常に立派ですね。あれがベッドですかね。まあでもあれもベッドなのかな。この中で暮らしたってことですね。ここはチョドンサンレジデンスという場所だそうです。もともとはなんかフラワーガーデンとして作られたそうですけど、後にレジデンスエリアになって一時帝が住んでたようです。面白いなと思ったのが長安門で、こっちが西安門ですね。やっぱ長安門、西安門、中国の大都市、首都だったことのある都市の名前なので、やっぱ相当中国を意識してるんだなって感じがします。こちらも慶帝5年ってなってますね。やっぱ慶帝帝ですか。慶帝帝の時代っていうのはこういう派手なもんが多いんですね。派手好きな皇帝というか、そういう時代だったんでしょう。逆にこっちはもしかしたらもっと前にできたものなのかもしれないですけど、非常に質素ですね。ちょっと中入ってみます。こういうお堀をこうやって作るのはなんとなくちょっとヨーロッパ調な雰囲気を感じますが、でも中身は完全に中国風ですね。あそこの岩なんか完全に中国風ですね。それにしてもこの王宮内非常に観光がしやすいです。ベトナムって全体的にすごい騒音が激しかったり人混みがすごいエリアが多いと思うんですけれども、この王宮の中はなんかすごい静かです。王宮が広いからっていうのもあるんでしょうけれども、なんかやっぱそれなりに皆さんリスペクトしてる感じがしますね。
この世界遺産に対してとても静かですね。この庭いいですね。おしゃれだな。この橋で向こうはそっちに行けたんでしょうか、それとも元から水に浸かる設計でこれを作ったんでしょうか、分かりませんが、中国っぽい庭で中国庭園って感じがしていいですね。これはいい雰囲気だな。こっちがレジデンシャルエリアでしょう。ちょっとさっきの母や祖母たちのレジデンスに比べるとあんまり整備がされてないですね。いろいろとここにも校庭が住んでたぐらいだからいろいろあったんでしょうけれども、あんまり見るべきものが中にはありませんでしたでもなんかおしゃれですね。こうやって堀があるのも、ここには井戸もありますね。あ、まだ埋めてないんですね。へえ。ちょっと他のところも見てみます。ここもちょっと洒落た感じの湖の中に、湖っていうか池の中に建物があるみたいな感じですね。今お茶屋さんになってるみたいですね。パビリオンなんだ。1849年に建てられたパビリオンだそうです。すごいな。お茶屋さんじゃないんですけれども、ちょっとコーヒースタンドみたいなのがあったんで、そこでコーヒーを飲んでます。20ドンですね。だから100円ちょっと1ドルぐらいって感じなんで、別にそんな観光地価格で割高って感じはしないです。こうやって座ってるとやっぱりもうめちゃくちゃ中国風な感じで、庭の石とかも中国風に作ってあるなっていう感じです。面白いのが、そっちの方が、皇帝のお母さんとか祖母とかそういう人たちが住んでた、レジデンスエリアなんですけど、そこはその皇帝のお母さんたちに会うために待合所というかそういうためのホールだったそうです。やっぱ皇帝って基本的に一世一代で、基本的には皇帝の父親ってあんまりいないことが歴史上多かったと思うんですけれども、そうなるとやっぱり皇帝、父親がいなくなってもお母さんたちがいる可能性があるんで、お母さんとか祖母の影響力が強かったから、ここなんか写真撮影禁止ってなってるんで撮ってないんですけど、
結構広めで立派な抹茶所があるっていう感じですね。こっち側のエリアはなんか女性がいっぱい住んでたエリアみたいなんで、なんかお寺の中入ってもですね、女性の肖像とか女性の人形みたいなのが祀られたりしていまして、結構ベトナムのこのグエン朝においては女性って権力が強かったんだなっていうのがちょっとわかる感じです。まあ清朝も西太后とかすごい勢力を誇りましたから、やっぱちょっと似た感じなんでしょうね。ベトナムのコーヒー、カフェで飲むとめちゃくちゃ濃い感じがしてベトナムのコーヒーだなって感じですけど、ここのコーヒーはそんなに濃くないです。もちろんアメリカっぽい薄めのコーヒーじゃないんですけど、やっぱここに来るのは外国人の観光客が大半だから、ローカルのすごい濃い感じのコーヒーよりはもしかしたらちょっと薄めに作ってるのかもしれないですね。いやでもこのグエン朝の王宮めちゃくちゃいいですね。じっくり 2,3 時間見れちゃう感じです。この周りにもミュージアムとかあったりするんで、いや1日がかりで本当楽しめる素晴らしいなんか歴史的な地区だなと思います。本当楽しいです。ちょっと感動してます。